映画や演劇では役者は脚本を読み、いつ何を言うか覚えるが、楽譜もちょうど同じ働きをする。基本的にそれは演奏者にいつ何の音を出すかを示している。音楽といっても、例えばベートーベンとジャスティン・ビーバーには大きな違いがある。どちらも使っているのは同じ音楽の構成要素、音符なのに。最終的な作品は複雑極まりなくとも、音符の背後の理屈はごく単純なもの。音楽記法の基本要素と音楽作品を作る上で、それらがどう作用するのか見てみよう。音楽は5本の平行線上に書く。この5本の線は5線と呼ばれ、2つの方向がある。上下と左右だ。上下の軸は音高、つまりどの音符を弾くかを伝える。左右の軸はリズム、つまりいつ弾くかを伝える。まず音高について理解しやすいようにピアノを使うけど、これはどんな楽器にも当てはまる。西洋音楽では伝統的に音高をアルファベットの最初の7文字で表す。A, B, C, D, E, F, G。その先はこの繰り返し。A, B, C, D, E, F, G、A, B, C, D, E, F, G という具合に、なぜそう名付けられたのか。例えば F とその上か下の F をピアノで弾くと、それらの音が B のような別の音と比べて似ているのがわかると思う。5線に戻ろう。それぞれの線や線の隙間は一つの音高を表す。線の上か隙間に音符を書くと、それらは演奏家に弾くべき音高を伝える。5線上で音符の位置が上の方なら音高も高くなる。でも音高は5本の線とその隙間で表せる9つよりもずっとたくさんある。グランドピアノは88種の音高を鳴らせる。では、88の音高をどうやって5線に詰め込めるのか。それには音符記号を使う。これは5線の先頭の奇妙な形をしたもので、基準点の役割をし、線や隙間がそれぞれ楽器のどの音に対応するかを示す。5線の外の音を使いたい場合は、下線と呼ばれる線を書き加え、そこに音符を書く。あまりたくさん下線を弾くと分かりにくくなるので、その場合は別の音符記号に切り替える。音符をいつ弾くかを演奏家に伝えるための基本要素が2つある。拍とリズムだ。音楽の拍、それ自体は退屈なものだ。こんな風にね。変化がなくずっと一本調子なのに注意してほしい。速さは遅かろうと速かろうと構わない。時計の秒針が1分を60秒に分割し、秒のそれぞれが皆同じ長さであるように、音楽を同じ長さの小さな断片に分割するのが拍だ。一定の拍を基本として音高にリズムを加えると音楽になる。これは四分音符。リズムの最も基本的な単位で一つの拍に対応する。これは二分音符で拍2つに対応する。これは全音符で4拍に対応し、この小さなのが8分音符で半拍に対応している。その意味は、5線を区切る小さな線に気づいたかもしれないけど、この線は10線で、それぞれの区画は小節と呼ばれている。5線の先頭音符記号の後に拍子記号というのがあって、それぞれの小節に何拍あるかを示している。これは1小節に2拍、これは3拍、これは4拍と続く。下の数字は拍の単位として使う音符の種類を示す。1は全音符、2は半音符、4は四分音符、8は八分音符と続く。この拍子記号は各小節に4つの四分音符があることを示す。1234、1234という具合に。しかし拍に従うだけでは退屈だ。四分音符を別のリズムに置き換えてみよう。小節中の音符の数は変わっても、拍の数は変わらない。こうして作った音楽はどうだろう。悪くはないが、薄っぺらい感じがするね。音高やリズムの違う楽器を追加してみよう。音楽らしくなったね。
楽譜を素早く読んだり楽器で弾いたりするには確かに練習が必要だが、時間をかけて辛抱強くやれば次のベートーベンかジャスティン・ビーバーになれるかもね。ご存知でしたか？楽器を奏でることは脳に長期的な良い影響を与えます。脳の内部を紹介するこの動画を見て、音楽が与えてくれる素晴らしいメンタルトレーニングについて探ってみましょう。そしてチャンネル登録しておすすめのレッスンをさらにご覧ください。